今この瞬間、あなたがこの動画を見ている間、データは海底に眠るケーブルを通っています。国際インターネット通信の 95% 以上を担うのは衛星ではなく海底ケーブルです。今日は海底光ファイバーの技術、スケール、歴史、そして施工とメンテナンスの実態まで全部解説します。スケールと歴史。まずスケールから。現在世界には400本以上の海底ケーブルシステムがあり、総延長は130万 km 以上、地球を30周以上する長さです。最初の海底電信ケーブルは1858年に大西洋を横断、わずか3週間で断線しました。しかしアイデアは生き続け、1950年代には同軸ケーブルで海底電話が実現。1988年に TAT8 が世界初の大西洋横断光ファイバーケーブルとして開通し、4万通話を同時に伝送。現在の最新ケーブルは毎秒200テラビット以上を伝送できます。日本はこのグローバルネットワークの重要な結節点。アメリカ、東南アジア、欧州を結ぶ主要ケーブルが日本に陸揚げされています。ケーブルの構造。海底ケーブルは外から見るとシンプルですが、内部は光学の結晶です。中心部には光ファイバーシステムによって4本から数百本、その周りを囲む光線は敷設時の張力と物理的損傷から守ります。導導体は電力を供給し、50から 100km 間隔で設置された中継機に電力を届けます。中継機がなければ信号は海を渡る前に消えます。次に防水層、ポリエチレン絶縁体、そして浅海域では外側にアーマー光線が巻かれ、錨、漁具、地震から保護します。深海部のケーブル直径は約17から 21mm、庭のホースほどの太さ。近畿シベのアーマー付きでは最大 50mm になります。敷設工事。海底ケーブルはどうやって敷かれるのか。まず数ヶ月をかけた海底調査、危険箇所、断層、漁業区域、季節ケーブルのマッピング、ルート計画だけで数年かかることもあります。ケーブルは専用のケーブル敷設船に積み込まれます。船体内部の巨大タンクに数千 km のケーブルを格納し、船が前進しながら船尾からケーブルを繰り出します。深海では重力で自然に海底に帰底。水深約 1000m 以前の浅海域では遠隔操作のプラウや水噴射システムで水を掘り、最大 1m の深さに埋設します。近畿シベの埋設が最重要。ケーブル障害の多くは浅海域で発生。船錨、底引き網、海底地滑りが主な原因です。太陽横断ケーブル1システムの計画、敷設には2から3年、費用は1億から5億ドル以上かかります。日本と海底ケーブル。日本と海底ケーブルの関係は特別です。そしてリスクも特別です。島国である日本は国際通信を完全に海底ケーブルに依存しています。現在30本以上のケーブルが日本に陸揚げされており、千倉、島、北茨城などに主要な陸揚げ局があります。一方、日本は世界有数の地震国。2011年の東日本大震災では複数の海底ケーブルが同時に損傷し、太平洋全体の通信に影響が出ました。地政学的観点でも日本は注目されています。ケーブルの安全性、所有権、ルーティングへの懸念からリスク分散のための新ルート投資が進んでいます。施工の観点で最も複雑なのが陸揚げ点。海底ケーブルが陸に上がる場所で深海アーマーから陸上ケーブルへの移行、リーチ下の管路通り線、陸揚げ局への接続が行われます。この陸上側工事が私のような施工管理者の出番です。メンテナンスと修理。海底ケーブルが切れたらどうなるのか。ケーブル障害は世界で年間100から200件発生しています。大半は浅海域での人的活動、漁具、錨、浚渫が原因です。障害検知には OTDR に似た光パルス反射測定が使われ、数千 km 離れた場所でも数百メートル単位で位置を特定できます。修理船が派遣されますが、現場到着まで数日から数週間かかることも。グラップネルでケーブルを引き上げ、損傷部を切除し、新しい区間を癒着接続して再び沈めます。1回の修理に数週間、数百万ドルかかることも。だからこそケーブルルートの多様性と冗長性が重要。1本のケーブルに全通信を集中させてはいけません。海底光ファイバーケーブルは現代インターネットの見えない背骨、
地球上で最も過酷な環境に耐えるよう設計され、洋上の船で修理され、地政学の中心に立っています。陸上で癒着接続するファイバーから水深8000メートルを走るケーブルまで全てつながっています。文字通りに OTDR 癒着接続施工管理の詳細が気になる方はチャンネル登録を。ご視聴ありがとうございました。次の現場でお会いしましょう。あなたの家やオフィスに届くインターネット、その回線を地下や電柱でつないでいる工事、実際にどんな作業か見たことありますか？こんにちは。ファイバーオプティックジャパンへようこそ。このチャンネルは光ファイバー工事の現場で働くプロフェッショナルたちの技術と知識を業界の外の方にも分かりやすく届けることを目的としています。取り扱うテーマは主に光ファイバーの種類と仕組み、癒着接続、コネクタ端末処理などの現場作業、OTDR や光パワーメーターを使った測定、試験、工事の流れ、設計の考え方、業界の最新動向、現場のリアルにこだわった動画を定期的に投稿します。光通信に携わる技術者の方も、これから業界を目指す方も、工事って実際何してるのをと気になった方も、ぜひチャンネル登録して一緒に光ファイバーの世界を深掘りしましょう。質問、リクエストはコメント欄でお気軽にどうぞ。